皆さんこんにちは。今日は久しぶりに国立劇場に来ました。皇居の横です。今日は歌舞伎の通し狂言で、伊勢音頭恋のネタ場を見ます。刀をテーマにした物語です。通し狂言なんで楽しみです。それでは皆さん一緒に行ってみましょう。レッツゴー。まさに花道です。これ花道です。歌舞伎の、横です。伊勢音頭恋のネタ場は、これは阿波の国、今の徳島県ですけども、そこの家老の息子今田万次郎というダメ男の話から始まります。将軍家に献上する刀青江下坂とその鑑定書の折り紙を手に入れるためにお伊勢さんに行きました。今の三重県です。刀を入手したんですけども、遊女に夢中になってお金が足りなくて、その刀を質屋に預けてしまいます。そして折り紙を敵の徳島岩治に奪われてしまいます。それを取り返すために部下の奴の林平が活躍します。そして元今田家の家臣である福岡光義、今回の主人公ですけども、光義が刀を取り戻すために奔走します。久々の国立劇場で伊勢音頭恋のネタ場の前半が終わりました。主人公の光義、これは中村梅玉さんがやってます。正直言ってちょっと死骸とシワが多いですね。でもとてもクールで、選挙解説とかで有名な池上彰さんを思い出しました。後半いよいよ妖刀青江下坂が活躍しますけども、どういう狂ってく光義を演じるか楽しみです。若手では中村万太郎さん、奴の林平をやってますけども、とても演技が切れていてよかったです。ユーモアもありました。それでは後半も楽しみです。いよいよ妖刀の本番です。後半を行ってみましょう。レッツゴー。後半はなんとか刀を手に入れた光義が万次郎に渡すために油屋とお茶屋に行きます。そこで敵方の岩治一派の万野という仲居に光義に惚れていたお鹿を使っていびられます。そして光義と恋仲だったおこんまで光義に侍は嫌いだと言って愛想づかしをします。怒った光義がつい刀青江下坂を手にすると、妖刀なんで次々に刀が人を切ってきます。万野、岩治、お鹿、そしてふと我に返ったんですけども、そこでおこんと一緒に自分の手元に青江下坂、そして折り紙も揃っているということで祝って終わるのでした。今国立劇場で伊勢音頭恋のネタ場が終わりました。物語はよくできていると思いました。物語はハッピーエンドで終わります。理不尽なシュールなハッピーエンドで終わります。同じ妖刀を扱ったものとして籠鶴瓶というものがあります。以前仙台勘九郎さんと玉三郎さんの舞台を見て、私これすごく好きです。ただそれは田舎者の佐野次郎左衛門の勘九郎が周りから馬鹿にされて愛想づかしをされて、玉三郎さんから縁切りをされて、その結果として最後に玉三郎を切り殺してしまいますというシュールな終わり方です。でも今回の恋のネタ場は最後10人もの人を殺めてしまいますが、主人公の光義はふっと我に返って、おこん、恋人のおこんもきちんと認識をして、そして最後にお家のために妖刀刀と折り紙を手に入れて、めでたしめでたしという血みどろの中ですけども、シュールなハッピーエンドでした。すごいストーリーは素晴らしいと思います。役者的には、正直に言って、以前この恋のネタ場
を貢が仁左衛門さん、そして女中頭の万野を玉三郎さんがやった時があるそうです。これ見たかったですね。いやらしいネシネシとした綺麗だけども昔は美しかったけども悪い女万野を玉三郎さんがやったらどうなのかというのが思い起こされます。今回貢がちょっと先ほども言ったように今中年の池上彰さんのようだったんで、本当普通のおじさんがその妖刀を持つとどう狂ってしまうのかというちょっと身近な怖さがありましたけども、人殺しのオーラというのはあんまり正直言って、感じませんでした。そういう意味では普通の人の怖さというものはちょっとあったかなと、売玉さんでちょっとあったかなというふうに思いました。最後実際にこの妖刀の青江坂下の元になった青井坂下が展示してありました。これかっこよかったですね。普通の日本刀と違ってシルバーじゃなくて、チタンでできているような重しい色をしてました。確かにこのメタリックなものを見ると、これを手に持つと人は自分のパワーにさらに魔力がかかってしまうかもしれないというふうに思いました。それでは本当に歌舞伎、今回割と普通の舞台でした。いつも素晴らしいものを見過ぎてるんで、普通のでもストーリーが面白い歌舞伎を国立劇場で通しで見れたというのが良かったと思います。皆さんのがいいねをしてくれたりチャンネルを登録してくださると、これからもいろんな歌舞伎のご紹介をします。それではこれからも和の旅を楽しみましょう。